ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。アロンソ、2026年からホンダと再タッグ。アストンマーティンと契約延長。ホンダとの再会がモチベーションにの話題です。フェルナンド・アロンソは来季もアストンマーティンから F1 に参戦することになり、2026年を含む複数年契約を結んだことを発表しました。契約を結んだ重要なポイントとして、アロンソはホンダとのパートナーシップを挙げています。また一緒に仕事ができることを期待しているとアロンソは話しています。現王者のマックス・フェルスタッペンはレッドブルで勝ち続ける限りはレッドブルに残るようですが、もし何かがきっかけで上昇ではなくなるとメルセデスへの移籍が唯一の選択肢になりそうです。メルセデスはすでにフェルスタッペンの高額な報酬も社内で了承済みで、トトボルフはフェルナンド・アロンソやカルロス・サインツを逃がしてしまってもフェルスタッペンをひたすら待ち続ける方針だそうです。サインツはアウディからプレッシャーがあって早期に決断が迫られているようです。アウディはサインツはリストのトップにいますが、他にもニコ・ヒルケンベルグやレッドブルと契約できなかった場合のセルジオ・ペレス、さらにアウディは角田裕樹選手を視野に入れているに違いないとあるメディアが伝えています。フェルナンド・アロンソは来季もアストンマーティンから F1 に参戦することになり、アストンマーティンは2度のワールドチャンピオンに輝いたアロンソと2026年を含む複数年契約を結んだことを発表しました。アロンソは2023年にアルピーヌからアストンマーティンに移籍し、昨年は開幕から8レースで6回の表彰台フィニッシュを果たすなど好調なスタートを切りました。モナコ、カナダ、オランダでは2位表彰台となり、チームオーナーのローレンス・ストロールがアストンマーティンをタイトル争いに絡む強豪に育て上げようとする中で、アストンマーティンがコンストラクターズランキングで7位から5位に浮上することにアロンソは貢献しました。2024年シーズンのアストンマーティンはトップ10フィニッシュを重ねながらレッドブル、フェラーリ、マクラーレン、メルセデスに次ぐ5位をキープしています。ルイス・ハミルトンが2025年からフェラーリに移籍するという衝撃的な発表に続いて、アロンソの将来についても様々な憶測が飛び交っていました。アストンマーティンのチーム代表であるマイク・クラックは次のように語っています。フェルナンドの長期的な将来をアストンマーティン、アラムコで確保できたことは素晴らしいニュースだ。私たちはこの1年半の間に強力な協力関係を築いてきたし、このプロジェクトを成功させるという同じ決意を共有している。フェルナンドがレースを続けたいと決めた時、彼はまず私たちに相談した。フェルナンドは我々を信じているし、我々も彼を信じている。フェルナンドは成功に飢えており、これまで以上に良いドライビングをし、これまで以上に健康で、アストンマーティン、アラムコを競争力のあるものにすることに完全に専念している。モータースポーツ .com はアロンソがマクラーレン時代、ホンダと問題を起こした過去は水に流されることになると指摘しています。クラックは次のように話しています。フェルナンドとのこの複数年契約はホンダとのワークスパワーユニットパートナーシップを開始する2026年に向けてのものだ。さらに素晴らしい思い出を作り、共にさらなる成功を収めることを楽しみにしている。アロンソはアストンマーティン残留を発表後、メディアの取材に応じました。ある意味、僕にとっては生涯のプロジェクトで、これまでのキャリアの中で最も長い契約だ。これは今後何年も何年もアストンとの関係を維持するためのものだ。どの役割であと何年ドライブすることになるのか見てみよう。 F1 での25年以上の経験に加え、 F1 以外でも10年か15年、
つまり40年近いモータースポーツ経験をキャリアの今この瞬間にこのチャンスを与えてくれたチームのために使うことになる。だからこれは僕にとっても非常に魅力的なことだし、次の数年に向けて非常に意欲的だよ。私にとっては新しいプロジェクトで新しいレギュレーションに入ることが必須だった。アストンに残る決断をした理由の一つは、2026年にはホンダと一緒にいるからであり、世界最大かつ最高のパートナーであるアラムコと一緒にいるからだ。技術面では新しい風洞とシルバーストーンの新施設の恩恵を受けられる信じられないような優秀な人材がチームにいる。アロンソは2026年ホンダと再会することになります。2015年にマクラーレンに復帰したアロンソは3シーズンにわたってホンダのパワーユニットを使用しましたが、マクラーレンとホンダがうまく噛み合いませんでした。ホンダは現在レッドブルと共に F1 を支配し、複数のタイトルと勝利を達成しています。マクラーレンと組んでいた時のホンダのパワーユニットの性能は、アロンソが2015年の日本グランプリで10位でオーバーテイクされた際に GP2 エンジンだと叫びました。世間から批判を浴びたアロンソは愛想を尽かし、ホンダは2020年のアロンソのインディーカー参戦から手を引きました。アロンソはアストンマーティンとホンダのパートナーシップが再契約を納得させる魅力の一つと認めています。またアロンソはホンダの上層部と話をして、ここ数年のホンダが成し遂げてきたことを称賛しています。鈴鹿ではなく数ヶ月前に会ったよ。僕は日本が大好きだし、彼らがやっていることも大好きだ。2026年レギュレーションの面で未知の世界に突入するのは確かだが、もし私が一つを選ぶとしたら、フィーリングで言えば私たちのプロジェクトとエンジンとパワーユニットを選ぶだろう。一つはレッドブルとアルファタウリのエンジンがこのスポーツを支配していると思うからだ。そして二つ目は新しい燃料と新しいレギュレーションによって彼らは成功するためのあらゆる手段を手に入れることができる。これが私の気持ちだ。マクラーレンに在籍時にホンダと仕事をしたことを踏まえ、なぜホンダとの再会に興奮しているのかと尋ねられたアロンソは、ホンダが電化を促進し持続可能な燃料を導入する2026年のパワーユニットレギュレーションに対応することですでに力強いスタートを切っていると確信していると答えています。ホンダは F1 だけでなくモータースポーツの世界でも多くの成功を収めているメーカーであり、私が尊敬する企業だ。マクラーレンがこのスポーツに参入してきた数年間はうまくいかなかった。しかしその後すぐに全ての問題を解決し、現在はこのスポーツを支配している。ここ数年彼らはワールドチャンピオンになった。だから2026年のベースラインはすでに非常に強固なものになっていると思う。桜には本当に素晴らしいものを作る能力もある。私は2014年、2015年、2016年に桜を訪れた。今はまだ訪れていないが、彼らが本当に意欲的であることは知っている。日本の文化は尊敬に値する。日本でレースをするときはいつも特別なヘルメットをかぶり、背中には侍のタトゥーがある。2026年にはマクラーレン、ホンダやインディーカーでの経験を経て、また一緒に仕事ができることを期待している。私にとっては本当に喜ばしいことだ。もちろん2026年には持続可能な燃料が手に入るのだから、私もぜひ実験してみたい。我々にはアラムコという素晴らしいパートナーがいる。ところでアロンソはレッドブルとも交渉していたようです。アウト・モート・アウント・シュポルトによると、アロンソにとってレッドブルのシートはフェルスタッペンと競争する必要がない場合にのみ魅力的だったそうです。アロンソはホンダとの再タッグをとても楽しみにしているようです。
アストン・マーティンとはドライバー後の関係も築けそうで、アロンソの経験がアストン・マーティンで今後も生かされていきそうです。レッドブルとも交渉していたとしたら、単年であったり2026年以降のレッドブル製の新パワーユニットに不安を感じたのかもしれません。レッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーの不適切な行為疑惑の騒動がきっかけになり、レッドブルのマックス・フェルスタッペンの2028年までの契約は突然定まったものではなくなりました。レッドブルの社内のパワーバランスが変われば、ヘルムート・マルコがレッドブルを離れることになった場合、フェルスタッペンは移籍する可能性があります。フェルスタッペンはレッドブルにとどまることを望んでいますが、全ての要因が現状のままである場合に限られています。フェルスタッペンがチームを変えることは夢物語ではありませんが、現実的な選択肢としてはメルセデスしかない状況です。ですが、メルセデスに改善が見えず、フェルスタッペンがレッドブルで勝ち続ける限り、フェルスタッペンファミリーはメルセデスを支持する決断を下すことをためらっているとアウト・モート・アウント・シュポルトは指摘しています。アウト・モート・アウント・シュポルトによると、メルセデスはフェルスタッペンの動向を待つという姿勢のようです。フェルスタッペンは状況をじっくり見極める余裕のある唯一のドライバーだ。メルセデスも焦ってはいない。現代最速のドライバーを獲得できるわずかな可能性がある限り、トトボルフはワールドチャンピオンを待つつもりだ。たとえそれがフェルナンド・アロンソやカルロス・サインツという他の選択肢を逃すことを意味するとしてもだ。伝えられるところによると、フェルスタッペンの年俸はすでに社内で承認されているという。現在のワールドチャンピオンは全ての成功ボーナスを含めてルイス・ハミルトンよりも高いと言われている。しかし、もしフェルスタッペンが新しいチームでワールドチャンピオンになった場合、メルセデスは計算をするだろう。アウト・モート・アウント・シュポルトによると、アウディはサインツの決断を迫っているそうです。レッドブル、メルセデス、アストン・マーティンはサインツにとって安全な選択肢ですが、アウディでは3度のグランプリ優勝経験を持つサインツはまず開発作業を行わなければならなくなります。アウディではサインツはリストのトップにいます。もしサインツと契約できなくとも、ニコ・ヒルケンベルグが有力視されています。アウト・モート・アウント・シュポルトによると、他にもセルジオ・ペレスはレッドブルのシートを失った場合の候補であり、アウディは角田裕樹選手を視野に入れているに違いないと伝えています。レッドブルで今年も勝利を重ねているフェルスタッペンがメルセデスに移籍する可能性は少ないとは思いますが、2026年以降に使用するパワーユニットの出来次第かもしれません。レッドブルのペレスは最近1ヶ月くらいでドライバー契約は決まるだろうと話していましたが、ペレスもアウディからプレッシャーを受けている一人なのかもしれません。角田選手はもしレッドブルやアストン・マーティンの見込みがないならば、 RB に残留かアウディを移籍の視野に入れていくことになるのかもしれませんね。アロンソ、2026年からホンダと再タッグ、アストン・マーティンと契約延長、ホンダとの再会がモチベーションにの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。